こんにちは、ほのかです。今、ハウスメイトが、シャワー使ってるので、その間に、動画を撮りたいと思います。今、音楽ガンガンで、メキシカンの子が、シャワーに入ってるんですけど、私が今日お話ししたいのは、ホームステイとシェアハウスの違いっていうのについてお話ししたいと思います。私はオーストラリアにも留学に行っていて、2回、短期の留学の経験があって、でそこからカナダで長期っていう形で、留学経験をしたんですけど、その中で、私が経験したのが、両方経験したんですけど、ホームステイは、3回、して、シェアハウスは今回が初めてっていう形で、どんな感じの生活なのかっていうのについて、お話を、したいと思います。でどっちがおすすめなのかだったりとかっていうのも合わせて、私の経験談を含めてお話できたらなって思うんですけど、そうですね、まず、順を追って説明していくと結構波乱万丈なことがあったんですけど、まず1回目はオーストラリアで私が高校生の時に、行って、それは本当に3週間ぐらいで、もういわゆるみんなが想像するザ・ホームステイみたいな形で、家族がいて、私がその時高校生だったんですけど、その高校生、昔の年の同じくらいの女の子がそこに住んでて、多分一人っ子だったんですよね。でその女の子と、お父さんとお母さんが住んでるっていう形でした。なんかもうすごい10年ぐらい前なんですけど、すごい大きなお家だったっていうのも覚えてますし、すごく私を温かく受け入れてくれて、もちろんその3食全部あって、もう本当につきっきりで、一緒にいた感じですね。その女の子が通う、学校に私も行くって形で、だいたいそのパートナーみたいながあったんですよ。私はその女の子のパートナーみたいな感じで、その女の子が学校行くときに私も一緒に、行ってて、でその留学生の子は留学生の子で学校を受けて、で、普通にその女の子はその学校で授業を受けていくっていう、そういうプログラムで、高校のプログラムで、行ってました。もう本当にその時の記憶がすごく良くて、多分すごい高かったと思うんですけど、なんかなんて言うんだろうな、もういわゆるホームステイでいろんなところ車で連れてってもらって、で私はアデレードに行ったんですけど、なんかビーチに連れてってもらって、そこでフィッシュ&チップスを食べて、夜みんなで英語で話してとか、あとフットボールを、チケット取って見に行ったりとか、そうですね、もうその時は本当に英語が全然話せなかったので、なんか本当に、英語でのコミュニケーションが、取れないっていうのを感じて、すごいもどかしかったんですよ、その時に。でその時ぐらいから、英語に興味を持ち始めて、やっぱ自分で英語を喋れるようになったら、いろんな人と、国に関わらず、いろんな人と話せるなっていうのが初めのきっかけですね。それが、私のアデレードでの経験で、本当に嫌なことっていうのはなくて、ただただ自分のこう話せないことのもどかしさだったり、そういうところに、悔しさだったり、すごい嫌な思いもすることもなくて、その海外生活はもうずっとその家族がいましたし、自分が働いてるわけでもなかったので、本当になんか海外でその3週間ぐらいいるってことも初めての経験だったので、本当に、いい経験だったなって思って、だからその、高校生、子供のうちにというか、20歳とかになる前に、なんかね、そういう経験をしておくのって本当に貴重だったなって思って、まとまってそういうところ、海外で誰かの家に住むっていうのも、なかなかないので、すごく貴重でしたし、それが、後に消費者で働きたいっていうことにも、つながっていったのかなっていうふうに思います。で、それは良かったんですよね、そのオーストラリアは。で食べ物も普通になんかいけたんですよね。なんか全然、ジャンキーなものをめちゃめちゃ食べてるなっていうのを感じたんですけど、お肉類が多いみたいな。でも別にすごい苦ではなくて、もうそういう楽しい思い出だったりとか、そういう悔しかったりとか、そういう思い出が、残ってます。で、次が、大学2年生か3年生ぐらいの時に行ったオーストラリアのメルボルンなんですけど、メルボルンはシドニーに近くて、でそこで問題が勃発したんですよ。なんか最初、なんかアンケートみたいなところに、そのジャンキーなものを食べ過ぎると私肌とかに出てきちゃうので、それ以外にしたいみたいな、その希望があればなんかコメント書くみたいな、そのホームステイ先への要望のところで、それホームステイで1ヶ月ぐらいやったんですよ、それは。
でそれも学校と大学が提携してるやつで、だから私はもう高校生の時の記憶がすごかったから、もうそういうてっきり温かいファミリーで、もう全てがいい感じなのかなっていうので言ったんですけど、ところがどっこい全然違くて、そうで、そういうアンケートを書いたら、なんか中国人の家庭の、ところ、女性の人一人で住んでるところに、私が行ったんですね。ホームステイってやっぱ収入の一部として、本当にこう収入が豊かな、家庭だけがやってると思いきや、そうではなくて収入の一部でビジネスとしてやってるっていうのがあるなっていうのをそこで初めて経験して、で中国人の人とか、その他の国の人もいるんですけど、なんかっていうのあって言うんですよ。あみたいな、あみたいな。そうだからめちゃめちゃそれがトラウマというか怖くて、その時も英語全然喋れなかったんですけど、でその、中国人の人が多分3つぐらい、仕事を掛け持ってて、だからもう全然構ってもらえないみたいな感じだったんですね。もう着いた時から一人で家にいるみたいな。でもう本当になんか映画見てていいよみたいな感じだったんですけど、映画だったりとか、寝てもいいし勉強すればみたいな感じで、なんか本当にその時にどうしていいのかどうしていいのかっていうか、もうそのお金を払ってまで来て何を自分が得たいのかっていうのを考えたりとかしてて、でも英語もね、コミュニケーション取るとかいうのもなく、その女の人がいなかったので、家にずっと自分で一人みたいな。しかも誰かがさすがにいたらいいんですけど、誰もいない、一軒家に一人みたいな。で食べ物もその中国人だと思うので、家の内装も中国っぽかったですし、食べ物もそういうなんかジャンキー系なのかわかんないけど、北京ダックみたいなのが出てきたのは覚えてます。もう記憶が定かじゃないんですけど、だからそういう感じで、もう本当になんか自分が思い描いてる留学生活と違うって思って、それで、学校側に、でも学校側の付き添いみたいな人がいなかったから、もうその大学の提携してるオーストラリアの学校のスタッフと直接英語で話さないといけなくて、でホームステイ変えるってなかなかしてくれないというか、私の場合1ヶ月だったので、なんかね、もうその手続きとかやってる間に、受け入れる受け入れられないとか、他の家庭を探すにしろあると思うので、もう私の周りは結構うまくいい感じだったんですけど、私は結構そういう家庭にホームステイになって、そうでもう本当になんかいろいろ辛くて、その時に今となって考えれば、そういうこともあるから自分で、それを受け入れてホームステイ先を変えないっていうこともあったんですけど、もうどうしても変えたいと思って、その時はもうなんかいわゆるザ・ホームステイみたいなところにいたいなって思って、で、もう大学と何回もう3日間4日間ぐらい、もう英語が喋れないので全部 E メールで、直接話すとも英語が喋れないので E メールに全部落とし込んで思ったことを伝えたんですよね、いっぱい。でもどうしても変えたいっていう気持ちが強くて、私はこういう理由で変えたいみたいな。私は絶対にその有意義に時間を過ごしたいっていうふうに思ってて、でそれの選択肢として、ホームステイを変えるっていうのが、正しかったのかは今は定かではないんですけど、他のやり方もあるだと思うんですけど、その時はその方法しか見つからなくて、何が何でもこの留学を充実させたものにするんだっていう一心で、変えたいっていう決心をして、もうそういうやり取りをずっとしてました。それでなんか結構友達とかその英語の文作るのを手伝ってくれたりとかして、で本当にギリギリにもう2週間ちょっと経ったくらいで、あともう滞在ちょっと2週間くらいしかないっていう時に書いてもらえたんですね。もうその熱が伝わって、多分この子はめっちゃ変えたいんだろうなって思われたんだと思うんですけど、で変えたんですよ。そしたらめちゃめちゃ、もう学校から遠かったんですけど、めちゃめちゃ海の近くのもう、庭とかも広くて、プールとかもなかったんですけどっていうね、お家に配属されました。でもやっぱ家庭によってはそのなんか船持ってたりとか、プールあったりとか、ゴルフできたりとか庭でっていうお家も実際にホームステイに行って、そういう学校側と提携してるとこだったらあるっていうので、私の友達がそういうところの家庭に、ホームステイ行ってたりとかしてたので、私と同じプログラムで、だから結構なんか不公平というか、本当に運だなって思ったんですよ、その時に。でなんでこの家庭に配属されたんだろうとか思ったりしてて、そういうこともあったんですよね。でとりあえずその、ホームステイを変えることができて、なのでその状況とかにもよると思いますけど、やっぱりこう絶対に変えたかったらそうやってエージェントとか通して、変えるのもありだなって思ってます。で
その家庭はめちゃくちゃ良くて、もう本当男の子女の子小さい子2人で1人ずついて、お父さんお母さんいてみたいな。でもお父さんがスイス人で、なんかもうアクセントが強くて、で私が学校、送り迎えお父さんがしてくれたんですけど、アクセントが全然聞き取れなくて、舌が短い感じっていうのかな、なんかそっち系のアクセントって、本当に英語ができない上にアクセントがもう強いから全然わかんないみたいな。でも私とお父さん2人だしっていうので、そういう経験をしました。で、お母さんが英語の先生だったんですよ。だからめちゃめちゃ聞き取りやすいし、ゆっくり話すし、クリアだしみたいな感じで、でも本当にそれは大満足して、いい経験になりました。で、そうですね、その後にカナダに来たんですよ。社会人になって社会人3年働いてからまた海外に行きたいなと思って来たんですけど、で、最初はもうホームステイがトラウマすぎて、その運にもよるってなって外れた時がもうしんどいから、やっぱホームステイはやめようって思ったんですけど、でもやっぱりエージェントとかに勧められて、やっぱ2ヶ月ぐらいはつけた方がいいっていうのでつけました。でも私結論から言うと、やっぱ基盤が安定するまで、基盤というか慣れるまでやっぱ2ヶ月とかでもホームステイしとくのはありなんじゃないかなって思います。でその後に、シェアハウスっていうのに来たんですけど、今は女の子3人で、住んでて、そうカナダの子とメキシコの子とあと韓国の子と私で、女の子限定で、ベースメントなんですけど、でトイレが2つついてます。でキッチンは1つで、なので料理重なる時とかシャワー重なる時とかっていうのがやっぱり大変だなと思ったんですけど、やっぱりこうプライベートをね、得られるので、ホームステイよりかはすごい、なんかいろいろ落ち着いてきたらやっぱシェアハウスにするのがいいなって思いました。やっぱりなんかそう人によって朝ね、私今4人のうち2人が朝シフトとかで朝仕事出るので、私とシャワー重ならないんですけど、私は夜に入るので、だからそういう面で、キッチンとかシャワーの時間が重なったらね、ちょっと残念だなっていうのはありますよね。たまに私もシャワーは重なって待たなきゃいけない時があるので、それが結構不満かなっていうのと、あとコインランドリーが、2ドルかかるんですよね。普通はカナダはかかんないというか、私聞いたことないですけど、友達で。私は多分オーナーさんがその専用の洗濯機を買ってるのか分かんないですけど、2ドル払わなきゃいけなくて、毎回4ドル払ってるんですよ。でコインも現金そんな持たないのに、コインを毎回換金、お札から換金して用意しとかなきゃいけないので、それが不満な件かなっていうふうに思ってます。でもカナダでホームステイの時はベトナムの子とめちゃくちゃ仲良くなって、その後にメキシコの子が来て、高校生だったんですけど、4人入れたんですよね。で2人、男の子、私と同じ年ぐらいとフィリピンの家庭だったんですけど、あともう一人お兄ちゃん2、3個上のお兄ちゃんがいて、料理はでもね、米が違うので、フィリピン系は多分カナダ多いと思うんですけど、ホームステイ米が違うので、それが本当にしんどいというか、食べれなくはないんですけどね、やっぱ全然長い感じのタイ米みたいな感じのお米でした。でもそこで一番学んだし良かったことは、やっぱり新しい子に出会えるから、それが良かったなと思います。ハウスメイトの子とか。私は結構家族と話すっていうよりも、高校生のベトナムの子とかと仲良くなって、その子とかはもう、ね、こっち1年2年ぐらい住んでるから、もう英語ペラペラですし、その子と毎日英語を話すっていうので、英語の環境を、すぐに手に入れられたなっていうのはありましたね。なので結論ホームステイがシェアハウスがいいのかっていうのは、2ヶ月ぐらいだったらホームステイっていうのを経験して、シェアハウスに移行するっていうのがいいと思うんですけど、なんか本当に期待しすぎるとダメだなっていうのは学んだんですよね。なんかもう本当に結構ホームステイでしんどい思いしたから、やっぱ期待しすぎるのも良くないなと思って、ビジネスっていうのもありますし、カナダに来てやっぱいろんなこのホームステイだったりシェアハウスの話だったりっていうのを聞くんですけど、やっぱりシェアハウスでもオーナーが厳しいとか、私もオーナー厳しくて、2週間に1遍ぐらい掃除に来てくれるんですけど、それもあるし、チェックも兼ねてくるみたいなのもありますし、そうなのでホームステイもなんかとりあえずご飯が全然美味しくないとか、ご飯がもう本当にパン1枚しか出されないぐらいのレベルだからお金払ってるのが嫌だとか、あとはもうすごい学校から遠いとか、学校から遠いと交通費もその分かかると思うんですよね、バンクだと。なのでとか、あとシャワー10時までとか、そういうのがありますよね。その期限のは本当にしんどいなと思います。食事、あと夜の門限だったりとか、
あと友達入れちゃダメとか、私の家も入れちゃダメで、女の子だったら入れてもいいんですけど、っていう感じなので、まあホームステイは本当に期待しすぎず、ただもういい寝れる場所が、あるっていうことだけ、期待しておいて、まあそのね、他のことはあんま期待しておかないのがいいのかなって思います。もう本当になんかそこでこうね、仲良くなったりするたりとか、したら、その自分の英語の勉強にも、なると思うし、やっぱりなんか違う家庭の、お家に入ってそのご飯一緒に食べたりとか、まあその違う国の人と、お家で過ごしたりとか、まあなかなか人生のうちでないと思うので、まあそのマイナスのことももちろんあるんですけど、まあできてよかったなって思ってますですね。で、シェアハウスは、まあでも本当シェアハウスだと、なんかなかなか喋る機会が減って、やっぱみんな仕事とかしてるので、しますし、あとやっぱり国によってコミュニケーションの取り方は全然違うなっていうふうに思いますね。まあ私がどんな感じでホームステイとシェアハウスをしてきたのかっていう今日お話でした。まあそんなに期待せず、ホームステイっていうのがどんなものなのか、シェアハウスがどんなものなのかっていうイメージが、少しでもこの動画を見て、湧いてくれたら嬉しいです。今日はこれで動画を終わりにしようと思います。また、まあ、カナダだったり日本のおし食のお話だったりとか、あとはカナダのブログも、載ってるので、よかったらチャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。